こんにちは、めいやです。今日は米粉の抹茶パウンドケーキを作りながら、ヘバーデン結節の痛みを消すには市販のお菓子をやめるべきねというお話を私の経験をもとに進めていきたいと思います。結論です。小麦を断ち、市販のお菓子類を断てば、痛みは2週間で消えます。この方法、一択かと思います。先日もお話ししましたが、指の歪みと変形を食い止めるには、痛み、いわゆる炎症状態を長引かせてはまずいんです。指関節の図を少し見てください。ヘバーデン結節を発症すると赤く腫れますよね。ズキズキしたあの嫌な痛みは、この部分全体が炎症を起こしています。五十肩や捻挫、ぎっくり腰などと同じような関節の痛みです。この痛み、炎症を放置すると、骨関節がずれたりしないように支えている部分、ここがゴムが伸びきってしまうようにどんどん緩んでいきます。すると関節が歪んだり曲がったりします。指は肩や腰、足首のように太さはなく細いので曲がりやすいのかなと思います。というようなことから炎症を長引かせず痛みを取り除くことが最優先だと思います。今作っているのは米粉 100% のパウンドケーキ。手作りの良いところは材料と分量を自分都合でチョイスできるところ。私がヘバーデンを発症した時、すぐに市販のお菓子をやめました。市販のお菓子の材料はだいたいこれです。小麦粉、白いお砂糖、ショートニング、マーガリン、砂糖の量もすごいです。その他、添加物もたっぷり。これらすべてを断つことが炎症、痛みを取り除きます。当時の私は市販のお菓子はすぐにやめたけど、小麦粉が炎症を長引かせることをまだ知らなかったので、完全に小麦粉を断ち切れず、麺類をよく食べていました。なので、痛みが消えるまで数ヶ月かかってます。今は小麦、グルテンを2週間経つと関節痛などが消えるので、小麦粉、白いお砂糖、ショートニング、マーガリンのお菓子をやめることが痛みを消す最短な方法だと知ってしまいました。米粉に抹茶、てんさい糖の量はレシピが 80g のところ 50g まで減らし、レシピがバターのところ米油に変えました。そしておせち料理で炊いた黒豆も少し入れて作ります。ヘバーデン結節を発症する前はお菓子なんてほぼ作ったことがなく、市販のホットケーキミックスを焼くくらい。もちろんまともな料理もできなくて、人をもてなすときは市販のカレールーを使ったカレーライスが定番だった。あれから4年経ち、料理とお菓子作りが好きになりました。痛みが出たとき、何を減らして何を補おうとか分かっていなかったけど、体は案外瞬時に反応してくれるので、市販のお菓子や菓子パン、甘いジュースを一切やめると
日に日に痛みが弱まっていくことを感じてます。あとアルコールも炎症があるときは良くないですよね。血管を膨張させるから炎症が引かないはずです。抹茶パウンドケーキのレシピは概要欄に載せておきます。作り方は混ぜるだけでとても簡単。色もきれい。今日の私のパウンドケーキ、レバー電結節を発症しズキズキしているときは NG です。てんさい糖といえどもお砂糖ですから。でも痛みが収まってきたら市販のお菓子の誘惑に誘われるより手作りの方がいいです。照明を当てて取ったら抹茶色が鮮やか。小麦、グルテンが良くないってこと皆さんよくご存知だと思います。米粉で作るお菓子や料理レシピがとてもたくさん出回っていますよね。皆さんはどんな米粉のお菓子や料理を作っていますか？今私がチャレンジしたい米粉料理は米粉の水餃子です。甘さ控えめの抹茶、黒豆、米粉のパウンドケーキ、すっごく美味しくできました。市販のお菓子をピタッとやめることって本当に難しいことだと思います。でも必ず痛みはなくなりますので、皆さんどうか頑張ってください。応援しています。ここまでご視聴していただいた皆さん、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。これからもご愛顧のほどよろしくお願いします。